こんにちは、コマ太郎です。さてこちら、MSI の BIOS 画面になります。そして見えますかね、右上に CPU Athlon 200GE とあります。はい、今回は久々に Athlon 200GE を使って遊んでいきたいと思います。以前ですね、Athlon 200GE と別途グラボを用意して、Ryzen G シリーズやPentium Gold 5400との比較動画を上げたんですが、その際にコメントで、Athlon 200G オーバークロックしたらもっとすごくなるぞみたいなのをいただいたんですね。ということで今回は Athlon 200G をオーバークロックして Pentium Gold 5400を超えるぞという企画です。念のためですが、オーバークロックは完全自己責任で保証も切れますし、破損する恐れもあるということをあらかじめご了承願います。でですね、どうもコメントもそうですし、調べた感じ、MSI のマザーボードであれば Athlon 200G はオーバークロックできるみたいです。ちょっと他のマザーボでオーバークロックをやってる動画も、あとはブログなど見つからなかったので、おそらくこれしかできないんじゃないかなと思います。で、やり方なんですが、MSI の BIOS 画面、通常はこちらの、何モードって言うんでしょう、これ Easy モードっていうんですかね。EZ モードというものになってます。で、この上の Advanced というのを押すと、こちらの画面になりまして、細かいセッティングとか、あとは BIOS アップデートとか、他にもハードウェアモニターでファンコンしたりもできます。で、こちらのオーバークロックというところですね。こちらの CPU レイシオ。こちらの、数値をですね、変更していきます。で、通常はオートになってまして、Athlon 200G のデフォルトである 3.2GHz での駆動になっています。基本的にはまずここを動かしていくかなというところですね。で、こちらがクロック数になるんですが、もう一つですね、下の方にありまして、ちょっと見えないな。こちらのですね、CPU コアボルテージ。こちらですね。CPU のコアのボルテージを動かすところ。ここも、後々変えていく必要は出てくるかなと思います。正直ですね、オーバークロックするの、高校以来なんですよね。基本的には、オーバークロックせずノーマルで使うタイプの人間なんですけども、久々にちょっとですね、少し緊張もしつつ、またどのぐらいパワーアップするかっていう楽しさもありつつですね、ワクワクしています。でですね、メモリの方は、Athlon 200G の最大対応周波数である2667のプロファイルを読み込んで、駆動させています。こちらはテスト環境ですね。今回はケースに入っているのではなく、テストベンチを使用していきます。Pentium Gold 5400も後ほどこのテストベンチに入れ替えます。で、ファンなんですが、Athlon 200G に付属しているオリファンを使用していきます。ケースの熱の対流とかそういうのは再現できないんですけども、オーバークロックした時にこのオリファンでどのぐらいまで温度が抑制できるかっていうのを見ていきます。で、あとはメモリの方は 4GB2 枚差し計 8GB コルセアを使っています。2667Hz 駆動、Pentium の方は限界である 2400GHz 駆動です。マザボは MSI の B450M Pro M2 を使用しています。グラフィックボードはですね、GTX1050Ti のロープロファイルを使用していきます。性能の比較は後ほどにして、まずはどのぐらいまでオーバークロックできるかっていうのを見ていこうと思います。で、今回は、条件として OCCT をですね、最低でも10分以上、本当は1時間以上とか見るって聞いたことあるんですけど、ちょっと時間がないので、10分以上回して、20分ぐらいですね。回して、フリーズしなければ一応安定的にオーバークロックしても動作しているとしています。で、まずはオーバークロックなし 3.2GHz 駆動ですね。の場合はだいたい50度付近で温度が一定になります。まずは手始めにこちらのレイシオを35倍にしたいと思います。これで 3.5GHz ですね。
で、コアボルテージの方の変え方なんですが、コアボルテージ選択すると通常オートなんですが、オフセットモードとオーバーライドモードがあります。で、オフセットモードは通常の 1.1V に対してどのぐらいプラスするかっていう感じですね。で、オーバーライドはそのまま自分の入力した値でコアボルテージが決まるという感じです。で、私は直感的にオーバーライドの方がわかりやすかったので、こちらでやっていきます。例えばですね、こんな感じで 1.35V とかですね。こういう感じで入力していきます。OCCT の画面です。3.5GHz で 1.30V の設定にしました。で、だいたいですね、温度が60度付近で抑制されています。10度ぐらいは上がってしまいましたね。で、一応、速度も 3.45GHz なので、コア電圧が不足しているという感じではなさそうですね。このぐらいのオーバークロックであれば、わりかしすぐにできそうです。ではさらにクロック数を上げていきます。で、海外の記事とか動画を見てみると、どうもですね、4GHz 駆動はちょっと難しそうですね。なんか止まっちゃったりするみたいなので、一応言って最高で 3.9GHz。あとは温度との兼ね合いでは 3.8GHz 駆動を選択する人が多いようです。ということで、まずはですね、こちらのレイシオを38倍に変更して 3.8GHz で試していきます。OCCT です。今こちらはですね、3.8GHz コア電圧を 1.4V 駆動で動かしています。で、画面に表示する感じで細かくコア電圧を動かしていろいろ計測していきました。まずですね、1.30V 付近ではもうフリーズしてしまって、おそらくコア電圧が足りてない感じですね。1.35V ぐらいだと動くんですけども、今度はですね、多分電圧が足りてないのか、最大高負荷時のですね、クロックが 3.8GHz に全然届かないんですね。で、1.375 以上になってくると、ようやく 3.72GHz ぐらいまでいくという感じで順々にこう上げた感じです。で、1.4125V 以上いっちゃうと、今度はですね、コアクロックが下がっちゃう感じでした。なんか、ちょっと間違ってたら恐縮なんですけども、電圧って高ければいいってわけじゃなくて、高すぎると今度コアクロックに悪影響が出てしまうっていうのもあるので、一番クロックが出た 1.4V にしました。温度はですね、だいたい73度前後なので、だいぶ高くはなってしまいましたが、可じゃないかなと。気になれば、ファンをもっと強いやつに変えれば、さらに温度が抑制できると思うので、十分使用できるんじゃないかなと思います。もう少しいけそうだったので、今度は 3.9GHz で動かしています。電圧は 1.425V です。で、こちらも細かく、コアボルテージ動かしてみたんですが、1.40 以下だとフリーズしてしまって動きませんでした。で、調べてみると、だいたい 1.44V、1.45V ぐらいが、コア電圧の限界じゃないかみたいな話があって、さすがにそこまで上げるのちょっと勇気が出なかったので、1.425V で手を打ちました。で、だいたいマックス時で、3.81 から 3.84GHz ぐらいまでは出ています。で、温度の方は、先ほどとあまり変わらずですね、73度で、一応温度は抑制できていますね。ということで、今回比較はですね、Astro 200G オーバークロックなし 3.5GHz、そして 3.9GHz、Pentium G5400、これで比較していきます。それでは行ってみましょう。ではまずはシネベンチですね。どうしよう。何から言ってこうかな。言いたいこといっぱいありますね、これ。ですね、まずはじゃあ OpenGL ですね。3.2GB オーバークロックなしと 3.5GB ではもう全然違いますね。ただ 3.9GB とはそこまで差はないかなという感じです。で、Pentium やっぱ強いですね、OpenGL。3.9GHz に駆動したとしても Astro 200G 届きませんでした。ただですね、マルチコアですよ。超えました。412C。
ペンティアムが390なので超えました。あとですね、もう一つシングルコアも151ということで、これはかなりやばい数値ですね。いやー、やっぱこういう数値が上がったのを見るとオーバークロック楽しくなってきますね。ちなみにですね、インテルの一つ上の8100、i3-8100 はですね、シングル性能も154なので、ノーマルで、結構そこに迫るぐらいの勢いになってます。続いてはダイレクト11ベース、ファイアストライクですね。惜しくも 3.9GHz ペンティアムに届かなかったですね。少し若干の差ではあるんですが、やっぱりペンティアム底堅いですね。とはいえですね、やっぱりノーマルの 3.2GHz と比べるとかなりパワーアップしてますね。これはゲーム性能も期待できます。次はダイレクト X12 ベースナイトレードです。こちらはですね、逆転しました。ペンティアム5400を 3.9GHz 駆動のアスロ 200G 超えました。すごいなぁ。なんか、ダイレクト12ベース、いわゆるラデオングラボが得意と思ってたんですけど、もしかして CPU の構造もあれなんですかね。ダイレクト12得意なんですかね、アスロン系、AMD 系っていうのは。このあたり誰か詳しく知ってる人いないですかね。何にせよ、ダイレクト11ベースとはちょっと違う結果になりました。それでは実際にゲーム計測していきましょう。まずはデビルメイクライ5ですね。ダイレクト X12 ベースで、低画質設定、フル HD で動かしています。画面はアスロン 200G オーバークロックなしです。だいたい75から 76fps ぐらいが平均値で出ていました。まず 3.5GHz とはですね、ほぼ差がありませんでした。ただですね、3.9GHz になると一気に FPS 上がりまして、オーバークロックなしとだいたい 8fps ぐらいは違いが出ているので、だいぶパワーアップしたと思います。しかもですね、ペンティアムに対しても、ペンティアム 78fps なので、4fps ぐらいは勝っているということで超えましたね。ナイトレード、先ほどのベンチマークと同じような結果になったと思います。ちなみにですが、3.9GHz 駆動でも、一応 CPU 添付はですね、50度、いって56度ぐらいで推移しているので、全然遊べるレベルだと思います。続いてはダイレクト X11 ベースのゲーム、アサシンクリードオデッセイです。フル HD 低画質設定です。ちょっとね、このゲーム GTX1050Ti では荷が重いかなと思ったんですが、CPU と GPU 両方高負荷のゲームなので、こちらで計測していきます。で、まずは画面は Astro 200G ノーマルですね。38から 40fps というところでしょうか。で、このゲームに関してはオーバークロックしてもですね、アベレージ変わりませんでした、ほとんど。GPU がちょっとネックになっちゃったのかなとは思うんですが、注目したいのはペンティアムとの比較ですね。ペンティアムの方が FPS 全体的に高いですね。先ほどの Fire Strike と同様の傾向かなと。なので、ダイレクト11ベースだとペンティアムっていうか、インテル性能が強くなるとかなのかな。何にせよですね、GPU がたとえボトルネックになってたとしても、その限界の状態でよりいい FPS を出すのはペンティアムの方が、このゲームに関しては上でした。最後に消費電力も比較します。こちらはシステム全体のワット数ですね。アンセムをやってた時が一番ワット数を上がったので、そちらで比較しています。で、アスロン 200G デフォルトは 114W ぐらいですが、3.9GHz までオーバークロックすると 131W ぐらいまで上がっちゃいますね。20W いかないまでもそれぐらいは上がってます。で、ペンティアムはですね、120W ですから、消費電力としてはアスロン 200G 食っちゃいますね。あと、デフォルトで比較したとき、アスロ 200G とペンティアム 6W 差ぐらいしかないのに、能力的にはペンティアムかなり高いので、ちょっ
と長期電力の効率の悪さはやっぱりアスロンを劣ってるかなという気はします。以上でアスロン 200G オーバークロックの検証を終えたいと思います。皆さんいかがだったでしょうか。個人的にはですね、かなり面白かったですね。今現在の価格でだいたい6000円ぐらいと比較的安価なのに、オーバークロックで遊べると。しかもですね、かなりポテンシャルが高く引き出せて、場合によってはペンティアムゴールドを超えるところもあったので、かなりすごいなと思いました。もちろんオーバークロックは自己責任になりますので、そのあたりはリスクを覚悟でやらないといけないんですが、とはいえですね、かなり高性能にゲームとしても遊べるので、すごくいい APU なんじゃないかなと思います。はい、ということで今回はこのあたりで、俺ならもっとオーバークロックできるぜというあなたも、そうでないあなたも高評価、またチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた、ありがとうございました。